動きがもう実写っぽい。俺なんか硬そうだな忠実にシミュレートできてるっていうところがもう一番。どうもガヤファクトリートルと桃です。今回はですね、もう見る限りに、最強のサイドブレーキが届いてるんで、この、サイドブレーキキットのインプレッションをやっていこうかなと思うんですが、まずこのサイドブレーキキットなんですけど、前回レーシングさんっていうですね、会社さんからご提供していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前回レーシングさんは、はい、実写ドライバーの、はい、本格的なシミュレーションをできる筐体として、開発販売されているところで、有名な、最近いろいろ流行ってるモーション筐体って動く筐体ですね。動くやつですね。とか、そう、で販売されてる製品なんかも基本的にもプロ向けっていうものだったり、e モータースポーツチームを持ってて、そういったところにもすごい力を入れてる、企業さんなんですよ。そこからちょっとサイドブレーキのインプレッションの話をいただいたので、今回はテストしていきたいと思います。はい、やっていきましょう。そんな前回レーシングさんが、販売するサイドブレーキキットっていうのがあるんですが、ヒューシンクベルドというですね、会社の、シムハンドブレーキっていう商品ですね。これ、オランダの企業になります。ヒューシンクってオランダだったんだ。そう、オランダなんですよ。パッと見ね、めっちゃやばいんですよ、これ。ゴツゴツしてるよね。ごつい。実車の、もう油圧サイドブレーキとも変わらないような作り。実は、この間前回レーシングさん伺わせていただいて、その時もこれ触ってるんですよね。めっちゃこれ重かったっすよね。めちゃめちゃ重かった。そう、これ何かに固定してないともう全開引けないんですよ、これ。前回レーシングさんだけにね。前回だけにねもう合成感しかないんですよ、もうとにかく。で、今の、シミュレーション業界の、そういうシミュレーター環境っていうのがもうすごく実写ともう同じような素材だったり同じような合成感になってきてるんで、もうたかがゲームとね言えないようなそういう設備になってきてるんですよね。そうっすよね。で、このヒューシンクベルドっていうところは、はい、海外ではもうめちゃめちゃ有名で、実際プロドライバーの方がペダルとかですね使われてる方がすごい多い。で、日本でも、フォーミュラとか GT カーのレース主体でやられてるシムレーサーの方、だったり、プロドライバーの練習用としてですね、使われてるので、一部ではもうすごい有名なんですよね。もう本物志向みたいな。そう、もう完全にプロ向けの製品ですね。もう使われてるパーツがほとんど金属パーツです。で、グリップのところは実際人間が持つんで、樹脂製のものが使用されてるんですが、もうあとはもうほとんどこういうアームとか金属製品。この商品何が一番すごいかっていうと、ここが一番重要で、センサーがロードセルセンサーっていうセンサーになってるんですよね。これサイドブレーキでは今んとこ一番最初に、出したのがこのヒューシンクベルトさんなんですよね。じゃあこれ初だ。じゃあロードセルは何かっていうと、今まで、位置関係ですね。ここまで引いたんでここまでの入力をしてくださいとかだったり、あとはここにスイッチがついてて、引くとオンになる、離すとオフみたいな、そういう簡単なものだったんですけど、ロードセルっていうのはまず重さを感知するセンサーです。重さを感知して重さを数値化することによってゲーム側に入力できるっていうセンサーなので、めちゃめちゃ精度が高い。測りみたいなもんですよね。 0. 何グラムとかまで表示できるような、もう測りと一緒です。この微妙な力加減っていうのがすごい調整できる。誤作動が起きにくいのと、壊れにくいっていうところがロードセルの最大のメリットでもありますよね。擦れたりっていうのがなくて、パーツにロードセルセンサーが実際にくっついてて、それがこう歪むというか力がかかって入力ができるものなので、まず摩耗っていうことしないですね。素晴らしい。でロードセル、他にも利点があって、このロードセルセンサーは120キロまで重さを入力できるんですよ。120キロですよ、120キロ。ここでねちょっと触ってみると
こうもう実写超えちゃってるんじゃないかなっていう重さ、相当重そう。すごい重い。前回さんに行った時に、初めて触らせてもらった時にも、まあ、めっちゃ重たいですねこれなんて2人で言ってたんですよ。そうでちょっと現実離れしすぎてるのと、あとはその、アームの部分、その、手で引っ張る部分が短すぎるんで、入力というか引いた感じがちょっと実写からはもうすごい遠いっていうね、レバーをただ引いてるだけみたいなね、まあ、どうにかこれならないんですかね、もっと良くなりそうですねなんて話をしてて、ガイファクトリーと、ゼンガイレーシングさん、まあ、話し合いして開発したのが、はい、これです。延長ブラケットキットなんですが、どこが延長してるのって話なんですけど、グリップ分違うぐらい長くなってます、延長で。はい、純正の、アームブラケットと交換すると、もう実写感がねマシマシになるっていう、まあ、そういう目論見みで作ってるんで、交換してみましょうか。このブラケットの交換すごい楽々なんですよ。こことここ緩ませればもうすぐ取れちゃいますから。でもこんな感じに分解できちゃいます。もう今さっきの逆の手順プラスアルファで組み上がっちゃうんで、で、純正のアームよりちょっと長くなってるんで、強度を持たせるためにここに渡りのナットとビス入れます。それも付属してますんで、こんな感じでこれですね、それをつけて、まあタワーバーみたいなもんですかねタワーバーじゃないかな、ロールバーかもしれない。だからテコの原理働いて結構その実写っぽい引き具合になりそうですよね。いやー、そうですね、ちょっと重すぎましたからね、やっぱ純正の状態でね。この延長ブラケット、はい、ももちゃんちょっとアップでお願いしますよ。こう、まあ、前回レーシングっていうロゴが切り抜かれてるんですけど、コストがすごいかかってしまうんで、一般販売されるときはこの刻印がされてないものになるそうです。はい。できるだけまあちょっとそれでコストを抑えて、そんなに割高にならないようにっていう、社長の思いがあるそうで、ちなみに、セット販売のみだそうです。単品では本当に利益度外視で制作したっていうことと、ちょっとうちもね、できる限りちょっと頑張ってくださいっていう風にお伝えした結果、そういった形になったので、ヒオシンクベルトのサイドブレーキキットとのセット販売のみと。さあ、これで組み上がりました。どうですか？いい感じ。めっちゃ長いよね。いやー、てかなんかもうこれ変えただけでなんか実写の油圧サイドっぽいな。本当にいやー、どうなったんだろうな。おー、なるほど。ちょっと手で固定すると、力弱いんで、ちょっとクランプで止めてみましょうかね。お、重い。あ、やばい、動くあー、なるほどなるほど。あー、いいっすね。まあやっぱ一番変わってるのが、これ純正の、プレートと何が一番変わるのっていうと、純正のプレートってこんな感じで引くんですよ。はい、だから引くというよりもどっちかというと倒れる感じ。まあ前引いた時もそんな感じだったよね。そうですね、やっぱ実写ってどっちかというと倒れるっていうよりこうガッて引く感じなんで、引けてますね。動きがもう実写っぽい。テコの原理でちょっとこう入力が変わったとか感触違うっていうのありました？そうですね、やっぱり伸びた分だけ、ちょっと弱くなってるって言えば弱くなってる感覚なんですよ。強さとかって確か変えられなかったっけ？変えられます。ここからですね、ロッドが伸びてここまで、ロッド長があるんですが、そこがこうつながってて、こう縮み込むシステムになってるんですよね。最初にこうちょっと遊び部分がバネで表現されてて、でその先のこのロックするところ、まあ、一番トルクがかかるところですね。そこはこうシリコンのゴムみたいなこう潰して、まあ、その潰す力加減ですね。まあ、それでこうサイドブレーキ、油圧のサイドブレーキだったりワイヤーのサイドブレーキを、表現しているっていう形です。なるほど。でここが、セッティングできるようになってるんで面白い。おー、いいね、楽しみ。前回触った時ってそういうのをテストしてなかったもんね。
そうですね、まあもうこれどうですかっていう感じで言われて、まあ、ちょっと弾いてみますっていう形だったんで、まあ、こういうセッティングのパーツがいっぱいあるんで、ちょっといろいろ試してみましょうか。コックピットについた状態、もうつけた状態と一緒ですから、その状態のままボルトを緩ませて、ナットを緩ませて、こっちの大きいナットも緩ませればもう全部抜けちゃう。あー、なるほどね。何、コックピットに設置した状態で自由にセッティングできるんだ。まあそうですよね。まあ簡単にもう座った状態でチュンチュンチュンってやれば、すごいすごい。セッティング、型の調整がすぐできるから、これは調整しやすい。で、今さっきのブッシュっすね。ブッシュがソフトの 28mm。あ、なるほど。柔らかい 28mm のブッシュってことだ。今まではそれが入ってました。で、付属でついてきてるのがハード。あ、硬いやつや。硬いやつの、19mm と 28mm。はい。ああ、19mm ね。なるほど。19mm ってことは、あ、こっちはまあ潰れる。ああ、なるほど。潰れるところが少ないから、そんなに可動域なくてすぐロックしちゃうようなサイドブレーキのが出来上がるって感じなのかな。うん、こっちはじんわりいく感じなんですかね。なるほど。一番ちょっと変わりそうだから、こっちのちっちゃい方のやつやってみますか。で、ここにバネが入ってるんですが、これが遊び用のバネですね。このバネをこっちの遊びなしの状態でずっとテンションがかかってるような感覚にするのに、こんな感じかな。これを交換してこんな感じでね、入れ替えることもできるんですよ。これなんか硬そうだな。あ、すごいね。めちゃめちゃ硬いじゃん。もうこれだけ。もうどう、バネと交換した分でもう遊び全くなし。そうっすね。もういきなり硬い感じですね。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。まあこういうサイドもまあなくはないですかね。もうずっとマスターズシリンダーにずっとテンションかかってて、ああ、なるほどなるほどね。これででもドリフトしてたら、左腕だけパンパンになりそうだよね。そうっすね。まあどういうセッティングにするかによるんですけど、まあ、もうちょっとこう、リニアというか、もうちょっとこう遊びを持たせてもいいのかな。多分バネプラスソフトの 28mm だったんで、今度ハードの 28mm 交換してみます。はい。あ、やっぱこっちの遊びの方がそれっぽいかな。実写っぽい。はい。でもなんか柔らかそう。あんまソフトと違いなくない？いや、そうっすね。まあ、若干硬くなってる感じかな。まあ今のところとりあえず、プリロード、バネじゃないからプリロードって言わないから、プリロードかけてないんで、ちょっとプリロードかけてみますか。プリロードっていうのは、こう、まあ、要は押してる状態かフリーの状態かっていうことですね。プリロードありだと、まあ、こう押してる状態になるんですけど、ちょっとその押してる状態で、そこを締めていけばある程度硬さ調整って結構自由に効くんだ。そうですね。ゆるゆるな状態から、もう本当だ、全然違うね。テンションかかった状態っていうのにもできるんで、やっぱテンションかけた方がいいな。こんなもんかな。こんなもんや。いいね。なんかパッドがディスクにこう、何、部品交換だけじゃなくて、締め込んでテンションかけて調整することもできるってことだよね。そうですね。なんで、まあ、部品点数的にはこの123とまあ10点ぐらいなんですが、プリロード調整っていうのがあるんで、結局は、まあ、ほとんど無段階ですね。無段階の調整ができてしまうと。めちゃめちゃいいじゃん。もう絶対好みのなんていうんだろう、セッティングというか感触、手に入る感じよね。そうですね。まあプロドライバーさんとか練習するのも、自分の車の、サイドブレーキの硬さに調整しておけば、まあ、かなり、シミュレーターだからこうやって引かなきゃダメとかないんで、もうそのまま乗れますよね。これすごいな。だいたい実車ドライバーさんによくうちのガイアスタジオ来て、
乗ってもらうんですけど、大あ体あれね実車ドライバーってガーって引いてバーンって離すんですよね。まあ自分もやってた時そうだったんで、はい、まあそれね、そうそう今までのまあ SIM 製品というか、まあやっぱりその入力だけオンオフだけっていう状態だったら結構軽かったんですよ。軽かったりガシャーンみたいな感じで言うんで、めっちゃ怖いみたいな壊れそうみたいな。あとはそうこれ1週間もしたら壊すんだろうなっていうぐらいの音するよね。はいはい、だから同じシミュレーションができるって言えば本当に同じシミュレーションができる。こんなサイドブレーキが実車になってもそんな他のもん変えないとリアル感出ないでしょって思ってるんですけど、もうそこら辺はチューニングと一緒です。もうビビたるもんなんですが、もうどんどんこうねリアルに近づけば近づくほどもう積み重ねでリアルになっていくんで、ここ変わった時の多分相当変わるんですよ。乗り方とかハンドルの持ち方とかシフトまでのこうなんていうんですか、サイド引いた後のハンドルのこう握る加減とか多分変わってくると思うんですよ。それぐらいまあ、忠実にやった方が面白いんですよ、シミュレーターって。コックピット変えてさ、はいはい、ポジション変えたり、そうハンドルの付け根の角度を変えるだけでも全然変わるもんね。そうゲームだから、まあ、こんなもんでしょってやってるんじゃなくて、実写と同じようにしてやると、うわめっちゃリアルじゃんこのゲーム、いや挙動は一緒なのにみたいなっていうのがあるんで、結構ね重要です。じゃあそろそろこれをじゃあ実際にコックピットにつけてちょっと走ってみましょうかね。あと専用のアプリケーションあるんで、まあ、ちょっとこの後紹介します。取り付けが、このいっぱい穴開いてるんですけど、2点止めのシステムになってます。この下の部分ですね、下の部分は1234の4点でブラケットなんですが、それをこの、取り付けプレートの上に乗せるとここで固定するわけじゃないですか。最終的な固定がこう2点止めになるんですよね。ことっこで、これなんでこっちとこっちに開いてるのっていうと、ラリーカーとかでよくあるんですけど、車に対してまっすぐついてないんですよ。見たことある、乗ってる人間に対してこう平行的に引けるように自分の方向いてるんですよね。あれですね、シルビアとかまあなかなか変えることできないから、それをシミュレーションするんだったらこのまま取り付けする方がいいですけど、まあ本当に自分の乗りやすいように、もうシミュレーターの大会出てもう狂いのない、入力をしたいって人は、シフターなんかも自分の方に向けて、自分からこう対角線上というか自分から伸びてる方向に、手が伸びる方向に垂直に交わるように配置すると確かに入力しやすいよなって。コラムシフトと一緒だよね。そうですね、これねハンドルの真横に H パターンがついてて、そうこっちの方が早いみたいなね。そうどっか事務用品で出してくんないかなハンドルの横につけれるやつ。まあ需要があるのかどうかっていうところ。需要なさそうだけど、はい、取り付け角度というか、はい、それって今床置きっていうの、その平置きでしょ。そうっすね。まあちょっと今ついてる状態なんで、純正のブラケット、ここ一緒なんですよね。ここ形一緒なんで説明しますけど、これを、まあ、こういう風になってて、ぐるって回転させるとこういう風につくようになります。なんで横引きも対応。なるほどね。でさらにはこっちは1つなんですけど、こっち側に5つ穴が開いてるんですよ。それ何でかっていうと、0位置の調整ができます。まあ、例えば一番端こことか、ここから引ける。角度に対してここから引けるですね。じゃあある程度いろんなコックピットには対応できそうなんだね。そうですね。まあそれが全部で5箇所。一番こっちと一番こっちとで、上の穴でその中間部分ですね。なので5通りの角度調整ができるっていうのと、まあ、反転させた時も一緒ですね。ここは5通りの、角度調整ができると。まあ、このアームのまま、反転できるので、まあ、取り付けする時は、反転させて取り付けます。
こういうコックピットなんです。こうつけるコックピットなんで、これを反転させて、この状態でちょっと取り付けしますね。はい。じゃあ八方ヶ原、入ってきました。ちょっとどのぐらい効くかちょっと楽しみなんですが、ちょっとこれ見てみますかね。ああ、なるほど。でやっぱ腕結構力使うから、めちゃめちゃリアルかも。おお、いいね。なるほどなるほど。どう調整とかできそう？そうですね、今のところこうスロットル踏みながら調整してますけど、今さっきみたいな感じで調整できる感じですね。ああ、いい。やっぱ重いからいいな。早取りするときにさ、ロックする手前でこう減速だけで調整するときってあるじゃない。ああいうのってどう？やっぱやりやすそうなイメージだけど、やりやすい？そうっすね、やりやすいっすね。ああ、いいね。結構精度、結構こうがっつり弾いちゃうんで、精度うんぬん、やっぱ重さかな。やっぱ忠実にシミュレートできてるっていうところが一番。なるほどね。やっぱりこの重さっていうのはロードセルじゃないと、再現できない重さだし、でかといってじゃあ重すぎてアームが、短いと、倒す感じだから、やっぱこういう引くっていう動作っていうのはやっぱ延長ブラケットがないとやっぱ再現できないかな。すごいですね。下りなんかサイドブレーキ対応しますけど、めちゃめちゃいい感じ。なんか強く引いてる感じがいいっすね。なんかいつもよりすごい頑張ってるもんね走りが。そう、なんかやっぱ実写っぽい、なんかこう力の入れ具合というか。下の、サイドブレーキ対応するところをロングサイドやってみましょう。やっぱこうパッて離してももう音も全然出ないですからね。ブレでもないよね。そうですね、全然。確かに左右のブレって全然ないですね。さあ、じゃあ、4連の1コーナー残り、全開ドンサイで。なるほどね。やっぱ1回離すっすよね。1回離して、そう、リアの空転若干残さないとリアがどんどん追い越していっちゃうんで、やっぱそういう、調整できるのって、やっぱロードセルで延長ブラケットがあって、細かい調整できるものじゃなくてできないですね。でちょっと次のコース行ってみましょうか。次はですね、北関東でよくサイドブレーキを対応してた北コース指先です。はい、これね、ちょっと今から行くんですけど、めちゃめちゃ論裁使うところがあるんですよ。しかし弾いてんの見てるけど、どんな弾き方してもこうひん曲がったり壊れたりっていう心配は本当なさそうだね。もう思いっきし弾いちゃってるんで、もうなんかそういうなんつうんですかね、歪みとかのビビりがない感じ、こっちとしても。でここっすね。ここの下り込みでもう超論裁使うんで、ちょっと一緒に行ってみましょう。さあ、あとはもう3速だからな。3速からのロンサイド。サイドで、やっぱ調整しますよね。調整してるな。調整しやすそう。そうっすね。やっぱずっと引きっぱなしっていうのはなかなかないんで、ちょんちょんちょんぐらい。で、多分これも意識してないですけど、多分ロックするまで時間かかったんです。リアタイが。だからすごい減速っていうのが起きない。ここっすね。4歳みたいな。ガーみたいな。いやー、いい。こうまんまっすよ。これよくやってたんで、よく飛び越えてね、向こうの土手の方まで行っちゃったりしてたんですけど。サイドもガシッと引いて。
やっぱシフトの感じもいいですね。サイドからシフトって絶対行くんで、多分そのシミュレーションができてるというか、実写っぽいから自然な流れになってる。それバチッつってでこれ止まんねーってね、いつもこんな感じになってたということです。まあこんな感じですかね、インプレッションは。いいね、はいめちゃめちゃ良さそうだよね。調子いいっすね。まあ一番何がやっぱり一番違うかっていうと、もう実写のようなシミュレーションができるっていうところ、だからぜひ実写勢もはいさることながら、もうはい本当にあれだね、うちとかでテストしに来られてたプロドライバーとかにはもうぜひ勧めたい商品だねこれ。そうっすね。やっぱサイドブレーキだけでも全然変わりますよと。これは全然違ったわ。ヒューシンクベルドの、公式のスマートコントロールっていうアプリケーションがあるんで、それで引きしろ、引く、ロードセルの、入力の感度ですね、調整していきます。おー、出てきた出てきた。これだ。キャリブレーション終わったんで、ちょっと引いてみますかね。よっ、うわー、硬い。でもこの辺で一応100にはなるんだな。今のところこう形として油圧のポジションにあるんで、まあ、引きしろもちょっと油圧っぽくしますか。でもこんなもんで油圧引いちゃうんだよな。すごい。まずフォース、例えばマックスフォースで力を例えば5キロとかにしてみると、こんな感じ。ちょっとの力で、サイドブレーキが引かれる感じと、実写のような重さっていうのを、最大限生かして22キロでちょっと設定しますが、デッドゾーン、これは引かない、例えば遊びところですね、こんなもんですかね、10%、いいですね。そうするとこの遊び部分は引かないで、テンションがかかってからブレーキが引き始めると。でめっちゃ面白いのがここです。アウトプットっていう項目なんですけど、ここにグラフが表示されてると思うんですよね。例えばこれを、そうですね、ここで100が欲しいって時にちょっとまだメモリが残ってるんで、このぐらいの時に100っていう数値にしちゃいましょう。 80% らへんの入力があった時のカーブをちょっと上げていきます。右が、入力数値ですね。で左が実際、ロードセルにかかってる重さなんですが、この辺ですかね。この辺からギュッてゲーム内設定の方が効いて、でこの辺で追いついてくると。でここで 100% ですね。例えばもっと極端に言うと、もうちょっとここの引きしろ、ロックするまでの引きしろをすごく長くして、いきなりここに来るとロックするっていう状態にもできます。ちょっとやってみましょうか。引く力が弱いところの、グラフを緩やかにしてあげる。ここら辺はパーシャルですごいよく効いてくれるんで、要は半引きができるですね、サイドブレーキの。ロンサイ使ってるとフロントタイヤをこう追い越しちゃうんで、リアタイヤが、後ろのタイヤをフリーにしてちょっとグリップさせてやったりするんですけど、そのパーシャルがここで使えますね。この辺は半引き、この辺が全開。わあ、これはシミュレーションできるわ。うわー、これ頭いいな。本当に実写の自分の利き加減だったりを、設定して、こっちにインプットする。ほんと実写さながらの、サイドブレーキの引きしろというか、利き加減が味わえますね。はい、こんな感じでどうでしたか、このサイドブレーキ。もうめちゃくちゃ実写すぎて、もう操作感も変わったし、繊細な調整ができたりとか、強い力で引いてるんで、外から見た動きがもう実写というか、もう操作感もまるで違ったので、こんなサイドブレーキは、初めて触りましたよね。実写勢とかプロドライバーの人が、ようやく納得できるサイドブレーキができたって感じですよね。確かにもうこれでどんどん練習して、もうシミュレーターもそうですし、実写にもねぜひ活かしてもらいたいと、そうっすね、そんなような、製品でした。このサイドブレーキキットなんですけど、この実写のような、延長の、エクステンションレバーがついてるセットっていうのは全開レーシングさんでしか購入できません。ヒューシンクベルドの、シムハンドブレーキと、エクステンションレバーっていうのはセットの商品になってます。発売日はいつなんですかって話なんですが、この動画、公開されたら、同時に発売開始となっております。じゃあこのサイドブレーキ
お値段はいくらになるんでしょうか？このエクステンションレバーとのセット販売の価格が通常51,500円、ですね。はい。で、今回特別にクーポンコード発行してもらいました。クーポン、ありがとうございます。そうなんですよ。いやで、クーポンコード使用で送料別なんですが、税込み48,000円、これ5万切りましたね。切りました。3,500円もお得に購入できるクーポンなんですよ。結構頑張ってくれたんですよね、前回さんが。なるほど。で、ただ先着10名様だけのクーポンとなってるので、これはお早めに。はい、しかも早いもの順です。そうですよね。そうなんですよ。これはで、クーポンの期限が動画公開から、15日の24時までです。なるほど。はい、約1週間ってところですね。そうですね。1週間のみ使用できるクーポンコード、こちらね、概要欄の一番上の方に貼っておきますので、動画を見て、使ってみたいなって思った方はぜひ、10名様だけなんですけどクーポンコード使用して買っていただければなと思います。いやー、ありがたい。で、その概要欄のところに、サイドブレーキの商品ページ、URL 記載しておりますので、その商品ページにも、詳細に、情報載ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。そういえば前回レーシングさんに行った時に筐体、動く筐体ですね、今日も前半説明したと思うんですけど、ああいう筐体を、うちらが乗っていろいろお話ししていく、過程でちょっとドリフト専用の筐体ってうち作ったことないっすわみたいな話になって、じゃあそれなんすか、ガヤがじゃあ全開でドライブできるような筐体なんすかみたいな前回レーシングだけにね前回レーシングだけにね怒られるわいや、一応ね、話はですね、僕の方でちょっとしてて、ガヤモデル的なのを、1000倍モデルとしてちょっと作りませんかというお話はいただいてて、今、開発テスト中です。はい。その動画っていうのも、後々、どこかで、公開したいと思いますので。そうですね。で、一般の方にはなかなかね、手にできないモーション筐体のレビューですね。前回レーシングさんが本気で作った、モーション筐体、そもそもモーションってどれぐらいリアルに近づくのとかっていうレビューも兼ねたのを、今月中ぐらいにうまくいけば出せるかなというところで今前回さんとお話ししてますので、楽しみにしていただければと思います。はい、ぜひお楽しみに。ガヤファクトリーではですね、こういったシミュレーターの、設備、ゲーム設備ですねを、解説した動画だったり、あとは、バーチャルストリートプロジェクト、シミュレーターの中でめちゃめちゃリアルなストリートを走ろうっていう、そういう、プロジェクトやってたりするんで、面白い動画たくさんあると思います。ぜひチャンネルですね、他の動画も、目を通して見てください。はい。でですね、問い合わせもうとてつもなく多いんですけど、どうやったらシム始められるの、何買ったらいいのっていうのはまだまだ、細かくは説明できてはないんですけど、大方、皆さん見たらどうしたらいいかが始められるか分かる動画あるので、それも再生リストで概要欄に貼ってますので、貼ってます。チェックしてみてください。よろしくお願いします。それではガヤファクトリーでした。